皆さんこんにちは。ザキオトのゆうごです。今日は12月の9日月曜日です。清水寺に来ています。なぜ清水寺に来たかというとですね、紅葉って一般的にその雨が降ると散って終わりに近づいていくと言われております。で、最近ね、連日晴れとか多かって、雨が降ることがね少なかったんですよ。で、だから結構安心はしてたんですけど、昨日結構大雨じゃないんですけど雨が降りましてね、もしかしたら落葉が進んでしまってるんじゃないかと、落葉って葉っぱが落ちることなんですけど、落葉が進んでしまってるんじゃないかなと、もしかしたらもう清水寺で紅葉が見れなくなっているんじゃないかなと思ってる方いらっしゃると思うんで、今日はね、清水寺の紅葉調査、雨が降った翌日の清水寺の紅葉調査やっていきたいと思います。なんか見る感じ、まだまだそんなに昨日の雨では落葉は進んでなさそうな感じがします。雨って言ってもなんかそんなにめちゃくちゃ大降りの雨じゃなくて、ちょっと小雨程度やったっていうのももしかしたら関係あるかもしれないんですけど、あんまりまだまだ清水寺は紅葉を見れそうな雰囲気がします。ちなみにここは清水寺のちょっと両サイドというか左に外れたところです。ここは有料区画ではなくて無料区画で、無料でねこんな綺麗な紅葉も見れますんで、ぜひぜひ皆さんいらしてください。ここ無料なのにね、結構こうやって綺麗なもみじが植えてあったりします。で、ここをまっすぐ進んでいくと、池があって、その池がねすごい綺麗なんですよ、もみじが反射して。でもやっぱりこの木みたいにちょっと落葉が進んでる木がポツポツありますね。ただまだいけるかなっていう感じですね。今年本当に遅かったですね、赤くなるのが。12月、今週も全然これなら清水寺行けそうな気がします。ここなんてまだ緑色ですからね、全然まだ行けそうな気がします。でもここは結構もう落ちてきてますね。落葉が進んでますが、皆さんこの池に反射するもみじはいかがでしょうか。動画で見えますかね。実際に来ていただくとすごい綺麗なのが分かるんですけど、ちょっと逆光にもなってますし見えないですね。ちょっと後で反対側に回りましょう。ここのもみじもめちゃくちゃ綺麗やったのに、見てください、昨日の雨でめちゃくちゃ葉っぱ落ちちゃってる。しかもまだこれ若い葉っぱですよ。あと1日2日は全然耐えられたであろう葉っぱがたくさん落ちてます。これはこれで綺麗で美しいんですけど、特にこうやって苔の生えた岩の上にあるもみじなんてめちゃくちゃ綺麗なんですけど、ちょっとやっぱり昨日の雨の影響でこの辺りの葉っぱ落ちちゃってますね。ちょっと寂しいですね。ここもほら雨で落ちちゃってます、若い葉っぱが。
对对对对对，哎啊，可以可以，这个下不去的。OK 啊，1、2、3。うん。あー、美しい。めちゃくちゃ綺麗や。水面に反射してます、葉っぱが。まだこの黄色のもみじはこれから赤くなっていくんで、まだまだ寿命は長そうです。まあ本当に清水寺に来たらぜひ、結構ね皆さんこの中央の道から外れるんで、外れた場所にあるんで避けて通っちゃいがちなんですけど、ぜひぜひ皆さんここにもね足を運んでみてください。綺麗ですよ。さあ、清水の舞台へ少しずつ進んでいきます。ここもまだ綺麗ですね。この構造もまだ綺麗です。これはツツジでしょうか。綺麗だ。この黄色のもみじもまだこれからって感じですね。今年もしかしたら本当紅葉12月15日でも清水寺行けるかもしれませんね。でもここも前回梅ちゃんと来た時に比べてちょっと散ってますね。梅ちゃんと清水寺に来た動画は概要欄に貼っておくんで、ぜひぜひ見てください。うわ、こっちもまあすごい散ってきてる。悲しい。梅ちゃんのちょっと紹介すると、梅ちゃんは日本舞踊家で大阪府から表彰を受けたりしている、日本舞踊家なんですけど、日本舞踊家のね梅ちゃん、女性の役をちょっと変装していただいて、本物ですよ。偽物じゃないです、コスプレじゃないです、本物の女役の服装していただいて清水寺を回った動画があります。まだ綺麗ですね。ここも先端の方は枯れてきてるんですけど、まだまだ内側の方がね残ってます。結構もみじって直射日光が当たるところが先に紅葉が進んでいくんで、その部分は結構枯れてきてるんですけど、でもこっちとかね結構すごい枯れてますね。もうすごい落ちちゃってます、昨日の雨のせいで。そうだそうだ、初めて僕の動画を見る方のために説明しておくと、この清水寺のこのスペースはですね、京都タワーも見えて京都市が一望できます。本当に先週ぐらいに来た時が一番綺麗やったんですけど、やっぱり雨が降って、昨日雨が降って落葉してちょっと終わりに近づいてますね。この今画面中央の木とか特にやばいです。いいですね。紅葉もこうやって散っていくからこそ美しいと感じるのだと思いますんで、この現実を受け入れながら散ってない場所を探していきましょう。ということでチケットを買って中に入っていきたいと思います。
チケット買ってきましたということで入っていきましょう。なんかチケットのデザイン前回と変わった気がする。なんか前回桜やった気がするんですけど、なんか雪になってます。もう冬になったからということでしょうか。ということで入っていきますよ。はい、こんにちは。こんにちは。もう清水寺といえば入ってすぐね、こうやってもみじが広がっています。先ほどのね、この有料区画に入る前のスペースに比べて入ってすぐこういうね綺麗なもみじが迎えてくれるので、やっぱ絶対ね500円払って有料区画に入ってください。本当はここから鷹の目で全体を見渡せるんですけど、やっぱり散ってきてますね、少しずつ。ちょっと来週まで行けるかもと言ったんですけど、いや今週がやっぱもう山かもしれないですね。先週に比べ人が増えた気がしますね。この左側の学生たちがチャレンジしている棒なんですけど、これはなんか抜くと願いが叶うんでしょうか。なんかすごい重いらしいです。全然抜けないらしいです。なんか野球部が、どこかの高校の野球部の子が本気でやってて、一回抜いてるのを見たことがありますけど、それ以外全然抜いてるところを見たことがないです。ということで、これは清水の舞台です。ここがよくねパンフレットとかにも載ってる場所で有名な場所なんですけども、この清水の舞台はですね、昔なんか飛び降りたら願いが叶うと言われていて、ここからよく人が飛び降りていたみたいです。今思うとすごいいびつな宗教ですよね。なんかここから飛び降りたら観音様に助けてもらえると、願いを叶えてもらえると思ったみたいで飛び降りていたみたいです。生存率は 85% と昔の書物に書いてあったようで、つまり10人に1人ね、ここを飛び降りたらちょっと失敗してしまうと。ただ生き残ったら願いが叶うと言われていたようです。なのでね、皆さんここから頑張って飛び降りて願いを叶えようとしていたみたいですね。ここが正直一番綺麗な場所なんですけど、やっぱりこの周辺のもみじも先端から少しずつ散ってきていますね。昨日の雨もあって落葉が進んでいる気がします。先週にね、清水寺に来た動画、もし気になる方は概要欄に貼っておきますんで、ぜひぜひ見てください。で今画面中央に映っている建物があると思うんですけど、あそこからこの今僕が立っている清水の舞台を撮影するのがすごい有名なんですよ。なんで先ほど映してた建物に今人がすごい密集していると思います。ここから京都タワーも見えます。見えますかね。というところで清水の舞台はひとまず後にしまして、清水の舞台を撮影できるスポット、あちら側のね建物の方に歩いていきたいと思います。清水寺はこんな感じでお守りをたくさん売ってます。健康であったりとか、長寿であったりとか、
あとは、頭痛とか承服もあります。安産もあります。大体ここの清水寺に来ると大体何でもお守りがあるので、ぜひ皆さんここでお守りを買ってみてはいかがでしょうか。ここのもみじは結構緑色が多かったんですけど、ここもやっぱりもうそろそろ赤色、黄色になってきてます。多分ここは日光が当たる量が少ないから緑色のもみじが多かったんだと思います。ただここのもみじももうそろそろちゃんとね赤色になってきているという状況です。美しいですね。皆さんカメラを構えてらっしゃいます。僕と同じ方向に。清水寺はおみくじが100円で引けます。美しい。この縁結びのね自主神社は今修復工事中で入れません。さっきその階段で緑が多い、まだもみじの緑の部分が多いって言ってたところがここですね。周りが建物に囲まれたりするんで、すごい緑色が未だにありますけど、これも少しずつ赤色になってきています。やります。ここがよくパンフレットでも写真になってたりする場所ですね。清水の舞台を綺麗に撮影できるスポットです。見たらこっちまた行きますし。やっぱり結構もう散ってきてますね。你先看一下，看一下你有没有比较好看。散ってきてるとはいえ、清水の舞台は綺麗に映ってます。すごいと、もっと遠くで撮れへんの？遠く？美しい。ようやく一番前に来れました。皆さんいかがでしょうか。やっぱり昨日の雨の影響か、少しずつ先端の方から
落葉してきているように見えます。特にこっちの方とかひどいですね。すごい枯れてきています。でもこの清水の舞台の周りだけはまだもう少し残ってるんで、今週いっぱいが多分限界だと思います。清水寺に来る予定のある方はぜひ急いでください。ちなみにここから京都タワーも見えます。いや美しい、いや美しいです。ということで出ていきます。人が多い、めちゃくちゃ人が多い。見てください皆さん、この人の量。これ全然マシな方ですから。でも先々週が一番すごかった気がしますね。そしてライトアップの時が一番すごかった気がします。もうライトアップの時はもうすし詰め状態で、それもねライトアップも動画になってるんで、ぜひ皆さん概要欄に貼っておきますんで、ぜひぜひ見てください。ライトアップの時はね本当にね、空間にさっきの人間の量の多分5倍ぐらいいましたね。めちゃくちゃ人がいました。このもみじもう黄色いまま散ってきている葉っぱがあります。ちょっと雨の影響かな。赤いもみじもありますけど、やっぱり少しずつ散ってきてますね。いや散ってきてる、もったいない。あ、綺麗、めちゃくちゃ綺麗だ。綺麗です。めっちゃ綺麗。奥にね建物が、日本の伝統建築物がもみじとフュージョンしてました。ここもでもちょっと昨日の雨の影響か少し散ってきてますね。こことかもうめちゃくちゃ綺麗だったんですけど、もう全部終わっちゃいました。ここは終わっちゃったとはいえまだまだ残ってはいます、ね、右側、斜め右側のこのところであったりとかね、まだ残ってるところも多々ありますんで、清水寺に来る予定のある方はぜひ今週中にいらしてください。本州も天気予報を見てたらあと1回雨が降る予報がありました。なんでその前に来ていただいた方がいいですかね。ちなみにここ皆さん結構素通りしていくんですけど、ザ京都チャンネルでは毎度おなじみなんですが、ここから撮るね清水の舞台がまたいいんですよ。いかがでしょうか。結構皆さんねここの場所
素通りされるんですよね。すごい綺麗なのにもったいないです。綺麗です。ぜひぜひ清水寺にいらっしゃった方は素通りせずにここを登ってみてください。ここのもみじももう終わりましたね。もうあと散るだけ、散るのを待ってるみたいな感じです。ここはここももうだいぶ散ってます。もう葉っぱが丸みを帯びて、あと散るだけみたいな感じですね。雨の翌日やからかわかんないんですけど、あんまりやっぱり綺麗じゃないですね。日光も日も出てないですし。綺麗とはいえ綺麗や。こうやってね、ここでうどん食べれます。このね、寒い中うどん食べたりとかするのいいんじゃないでしょうか。でね、これが何のためにあるか未だに分かりません。もし分かる方がいたらコメント欄に書いてください。いやー、もうここもね散ってきてます。悲しい、とても悲しい。皆さん分かりますかね、散ってきているの。いやー、悲しいな。そしてこれは清水の舞台を下から今撮っています。このね、清水の舞台、本当に昔は人がここから飛んだりしてたみたいです。ここから飛べば願いが叶うと言われていました。こっちはやっぱ日陰になってるから緑のもみじがまだ多いですね。この緑のもみじも綺麗なんですけどね。こうなっちゃう。すぐこうなっちゃう。とかちょっと茶系になる。そう。あと黄色。赤い。ちょっとずつ散ってきてます。もうこの地面見ていただくと分かるんですけど、やっぱり昨日の雨ですごい葉っぱが落ちてますね。
寂しいな。ってさ、こんなに綺麗なとこなかなか見れそうでない。これがもう今週でこんなに綺麗なほとんどなくなっちゃいます。자기가 뭐 거기 뭐 이야기했는데 아니 그거 말고 우리는 기원전 그 전을 이야기하더라고. ああ、この木も先週来た時はまだまだ残ってたのに枝が見えるようになってきてしまっている。もうね、上の建物ともみじがコラボするのがいい感じに綺麗に映る場所なんですけど、寂しいですね。この池もほとんどもうこのもみじとかめっちゃ綺麗な色してたのに、もうこれも散っちゃってます。ほとんど半分ぐらい散っちゃってますね。寂しいな。綺麗や。こういう日本のお庭本当いいですよね。苔が生えてて、苔の上にもみじがあって、めちゃくちゃ綺麗です。紅葉が終わると次は梅が綺麗な時期になり、梅が終わると3月下旬までお休みで、3月下旬から京都では桜のシーズンが始まります。桜のシーズンはですね、紅葉よりもあんまり旅行に来られる方が少ないようなので、チャンスは多いかなと思いますし、場所によっては混んでない場所もあるんじゃないかなと思います。なのでぜひこの動画を見てくださってる台湾の方とか中国の方とか香港の方とかアメリカの方とか韓国の方、その他世界中の方々、ぜひ紅葉を逃した方は次はね、3月下旬ぐらいですかね、桜のシーズンにいらしてください。あー綺麗。まだちょっと残ってます。こういう風にね、綺麗なもみじが。ということで今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。コメントも動画作りの励みになりますのでよろしくお願いいたします。ここの撮影行ってほしいよとかね、リクエストがあればコメント欄に書き込んでください。コメントを書く際は母国語で構いません。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。バイバーイ。